中卒だと？そんな常識も教養もない人間が、よく家にずかずかと入り込んできたな。え？唐突な表変に、私も兄も反応に困る。今日は結婚挨拶のために、恋人の実家を訪れた。両親の代わりになって、中卒で私を育ててくれた兄について話すと、先ほどまでの好印象から一転、兄を罵り始めたのだ。うちは代々音楽を極め、音大を卒業し、一流としてプロの道に進んでいる家系なんだ。選ばれた人間なんだよ。その中に品位のかけらもない血が混ざるなんて。私のために早くから働いてくれていたのに、そんな風に言われるなんて耐えられない。しかし、私よりも早く兄が反応した。失礼ですが、中卒だからって無教養とはあんまりじゃないですか？私だって音楽ぐらい楽しみますよ。兄が反論すると、子供のような喧嘩を売られた。お前に音楽を語られたくないんだよ。そこまで言うなら、ピアノを弾けるんだろうな。そうだ、ラフマニノフを弾いてみろ。弾けるのなら1億やってもいいぞ。それを聞いて、兄は無言で立ち上がる。おいおい、そもそも君はラフマニノフって知ってるのか？チューリップやキラキラ星と勘違いしてるのか？しかし、兄は臆することなく、一番好きな曲を弾かせてもらいます。と言い、鍵盤に指を置いた。その音楽を聴いて、彼らは呆然とするしかなかった。私の名前は花沢ボタン。音楽教室のピアノ講師として働いている。主に幼稚園生や小学生が対象で、一度に複数人のレッスンを行っている。楽しそうに鍵盤に触れたり、歌ったりする子供の姿は可愛くて、いつも癒されていた。同時に、この子たちは恵まれた子だなぁ、と羨ましくも思う。ピアノを習うということは、それなりの家庭環境だということなのだから。私も幼い頃は、ピアノを習っていた。両親が共にピアノ奏者だったので、必然的に私も物心がつく前からピアノに触れていた。毎日音楽が家に溢れる世界。それが花沢家にとってごくごく普通の日常だった。その日常が壊れたのは私が10歳の時。両親は自分たちが主催のコンサートの帰り、交通事故で帰らぬ人となった。私と兄は祖父母のもとで暮らすことになった。今まで両親から直接教わっていたピアノはもう続けられない。祖父母は音楽教室に通うことを勧めてくれたが、2人分の月謝を祖父母に払わせるわけにはいかなかった。両親と音楽。当たり前に存在していたものを私たちは突如失ったのだ。同じ小学校にはピアノや歌、他の楽器を習っている友達はたくさんいる。しかし、今の私は彼らと同じ立場ではない。音楽は生活に余裕がある人の教養なのか。幼いながらに私は思い知った。それでも私は音楽が好きだった。独学でピアノを練習し、高校生になったらアルバイトで貯めたお金でレッスンを受け始めた。両親のようなピアノ奏者になりたい。ずっと憧れていた父と母に近づくこと。そして彼らができなくなった分、私がたくさんの人に音楽を届けたい。その一心で、私はひたすら練習した。音大に入るだけの実力はついたが、いかんせん入学金と学費に困った。奨学金だけでは
生活費もレッスン代も賄えない。進学先に悩む私に手を差し伸べてくれたのは、兄のシオンだった。兄は中学を卒業すると働き始め、お金を稼いでいた。そして、私が将来行きたい大学に通えるように、と自分は高校に行けなかったにもかかわらず、貯蓄してくれていたのである。兄のお金を受け取るなんて、と一度は拒否した私だが、俺はボタンの兄なんだから、妹のために頑張るのは当然だよ、と言ってくれた。兄は、私がピアノを弾き続けたいと分かっていて、お金を貯めてくれていたのである。兄のおかげで無事音大に入学、卒業まで順調に進み、今ではピアノの講師として働いている。私にピアノを教えてくれた両親のことを思い出しながら、生徒一人一人と向き合うようにしていた。こんな人生が歩めているのも、すべては兄のおかげだ。ボタン、お待たせ。ぼんやりしながら、昔のことを思い出していると、名前を呼ばれた。明かりの消えた音楽教室の前に、一台の車が止まっている。これは、私を迎えに来てくれた車だ。運転席から手を振ってくれるのは、翻訳者の小佐茂さん。音大で出会い、価値観や好みが近い彼とすぐに意気投合した。お互い社会人になって落ち着いた頃にプロポーズをされ、今に至る。お迎えありがとう。助手席に乗り、茂さんの家に向かいながら、互いに今日あった出来事をそれぞれ話す。家に着く頃には、話題は徐々に結婚へ向けてのものになっていた。結婚式場や新居の候補について相談したり、そして、茂さんの実家への挨拶についても、すでに私の兄と祖父母への挨拶は終わっている。現在、茂さんのご両親の予定を確認している最中だ。本当に心配だ。うちの両親、ちょっと変わってるっていうか、ため息混じりにそういう茂さん。以前から自分の家は少し特殊なのだと聞かされていた。彼の父は、とある会社の社長をしている。社長息子の結婚相手となれば、相手に求めるものが多いのだろうということは、私でも簡単に想像できた。言われることすべてを鵜呑みにしない方がいいとも言われた。相当不安なのだろう。ボタンならきっと大丈夫だと思うけど、何に目をつけてくるかわからないからな。心配してくれてありがとう。そうだ、兄さんも呼んでいいかな。せっかくだから両家の顔合わせも兼ねられるかなって。そうだね。シオンさんが良ければぜひ一緒に来てほしいな。そういうわけで、当日は兄を連れて茂さんの実家へ向かった。久しぶりに会う兄は私の顔を見るなり、お前大丈夫か？熊がすごいぞ、とからかってきた。ファンデーションでしっかり隠したつもりだったのに、私は手鏡で目元を確認して、再度熊を隠すようにファンデーションを重ねた。手が震えてうまくできない。ははは、そんなに緊張しなくて大丈夫だよ。茂さんはそう言うけど。そうそう、こういうのはね、なるようにしかならないんだから。もう兄さん。兄はきっと私の緊張をほぐしてくれているんだ。兄がいてくれるだけで、だいぶ心強い。私はふんと息をつくと前を向いた。高級住宅街の中でも、さらに奥にある立派な家。お屋敷とでも言った方が似合う建物が茂さんの実家だった。公園のような規模の庭を案内され、応接室に通される。
緊張でどうにかなりそうだ。はじめまして、茂が世話になっております。応接室に現れたご両親。父親の茂雄さんに挨拶され、私も慌てて頭を下げる。こちらこそお世話になっております。花沢ボタンと申します。ボタンさん、かわいいお名前ね。母親のみちるさんが笑顔を見せてくれ、少し肩の力が抜けた。彼女は今ピアノ講師をしているんだけど、学生時代の成績はトップで、何度もコンクールで賞を取ってるんだ。まあ素晴らしい。まさに小酒の名に恥じないお嬢さんだな。二人に好印象をいただいていたみたいだ。安心して会話を進める。茂さんの両親も音楽をなりわいにしていると聞いた。同じ業界に生きる人間であると認めてもらえたみたいで嬉しかった。ところで、みちるさんが兄に目を向ける。先ほどお兄さんとおっしゃられていたけど、ご両親は今日はご都合が良くなかったかしら。また後日顔合わせをさせていただきましょうか。せっかくなので我々がよく使うホテルで。いえ、早速予定を立てようとするみちるさんの言葉を遮らざるを得なかった。両親は私が幼い頃に他界していまして、ですので兄が私の親代わりなんです。すると、みちるさんは申し訳なさそうな顔をした。まあ、辛い話をさせてしまってごめんなさいね。お兄さんがボタンさんのご両親の代わりということでしたら、それなりに大きなお仕事をされていたの？いえ、両親が亡くなった当時は兄も中学生でしたので、ですが高校に行く代わりに働いて、私をここまで育ててくれたんです。これまでにこやかだったみちるさんの表情が固まる。茂雄さんも難しい顔をした。ちょっと待って。ではあなたは高校には通っていないの？大学にも？いえ、もちろん後で入り直したのよね。兄は首を横に振った。いえ、そのまま仕事が軌道に乗ったので、特に行く必要がなく。冗談じゃない。突然茂雄さんが声を荒げた。いきなりだったので、ただただ驚いた。中卒だと？そんな常識も教養もない人間が、よく家にずかずかと入り込んできたな。唐突な表変に、私も兄も反応に困る。いいか、うちは代々音楽を極め、音大を卒業し、一流としてプロの道に進んでいる家系なんだ。選ばれた人間なんだよ。その中に品位のかけらもない血が混ざるなんて。私たちは世界を相手にするレコード会社のレーベルを運営しているのよ。一流のブランドの看板を背負っているの。その中にあなたみたいな教養のない人間が入れるとでも思ったの？間違って入りでもしたら品位が問われるわ。こうして話をすることすらありえないのよ。確かに、茂さんから話は聞いていた。両親はブランドだの格式を気にする人だと。でも、私は大手の音楽教室に勤めていて、ピアノの腕もある。何も文句はないだろうから、安心してほしいと言われていた。だけどまさか、兄にまでその思考を求めるなんて、中卒で働くなんて、よほどお金に困っていたのね。まさか玉の腰でも狙っていたのかしら？妹の結婚に乗って甘い汁をすすろうなんて、なんて意地汚いのかしら。これだから貧乏人は、品位のかけらもない。うちはね、教養がない方とはお付き合いを控えさせていただいてますのよ。だって話が合わないし、会話が成り立たないもの。お嬢さんは音楽をたしなんでいらしたようですけど、
失礼ですけどお兄さんは、生きるためにガツガツ働くしかない働きありの中卒でしょ？さすがに我慢ができない。兄は絶対に玉残しなんて考えていないし、立派な常識人だ。何より、私のために早くから働いてくれていたのに、そんな風に言われるなんて耐えられない。しかし、私よりも早く兄が反応した。失礼を承知で反論させていただきます。音楽という存在に対して強いブランド志向をお持ちのようですが、音楽は誰にでも奏でられるものです。子供でも大人でも。もちろん裕福であろうとなかろうと、その権利は平等です。中卒の私だって音楽ぐらい楽しみますよ。兄の意見に二人は言葉に詰まる。少しして、茂雄さんが応接間にあるグランドピアノを指さした。お前に音楽を語られたくないんだよ。そこまで言うならピアノを弾けるんだろうな。そうだ、ラフマニノフを弾いてみろ。そうだな。弾けるのなら1億やってもいいぞ。ニヤニヤと笑う茂雄さん。一体そんなことをさせて何になるのだろうか。私はほとほと呆れ果てた。きっと兄に恥をかかせたいのだろう。こんな子供の喧嘩のような真似をするなんて。彼らは本当に音楽の第一線で活躍している人なのだろうか。兄も似たようなことを考えているのか。ため息を吐いた後、わかりました。と言って立ち上がった。おいおい、君はラフマニノフって知ってるのか？チューリップやキラキラ星と勘違いしているのか？そう茂雄さんが意地の悪い顔で声をかける。しかし、兄は臆することなく、一番好きな曲を弾かせてもらいます。と言い、鍵盤に指を置いた。戸惑いなく、指が流れるように動く。ピアノから奏でられる音は、お手本のようにしっかりと軸を持っているが、兄が曲に抱く感情や解釈が詰め込まれ、まるでオーケストラのように迫力があった。弾ける、弾けないの次元ではない。どれだけ音を自分のものにし、優雅に、そして曲の魅力を引き出せるのか。そこを突き詰めた演奏だ。しかも、曲はピアノ協奏曲第2番。ラフマニノフの曲の中でも難しいと言われるものの一つだ。二人は言葉も出ず、呆然と演奏を聴いている。すると、兄は霧のいい箇所で手を止めた。全曲弾き切ると数分では済まないので一旦止めましたが、まだ続けますか？いや、もういい。これ以上聞いても、茂さんの両親にとっては、ただの時間稼ぎにしかならない。兄が火の打ちどころがないピアノ奏者だということが証明されたのだから。そうですか。では、1億円いただけるんですね。ピアノから離れ、兄は私の隣に戻る。どういうこと？あなたもピアノを習っていたの？花沢大和と花沢奏の息子ですから、当然幼い頃から両親に教わっていました。途中からは独学でしたけれど。何？その二人は。両親はピアノ奏者。しかも、国内外問わず、その名を知らない音楽家はいないと言われていたほどの存在だ。もちろん、両親からピアノを教わっていたのは、私だけでなく兄も同じ。兄は私よりもピアノが上手く、小学生の頃から様々なコンクールで入賞していた。しかし、両親が他界すると出場をやめ、中学を卒業してからは働いていた。得意のピアノで音楽教室のアルバイトをしたり、両親の知人のつてでピアノ関係の仕事をさせてもらったりしていたのだ。複数の掛け持ちをしていた兄の演奏が
海外の著名なピアニストの耳に届いたのは、私が音大で勉強をしていた頃だった。仕事の一つで、様々な地域のお祭りやコンサートに出場していた兄。アルバイトレベルではもったいない技術だと、スタジオミュージシャンとして雇用され、アーティストのコンサートでも演奏することが増えた。安定してピアノで仕事がもらえるようになり、そのお金で私は音大を卒業することができたのだ。兄を馬鹿にしたことを謝ってください。私が言うと、二人は我に返って生きり立った。ちょっとピアノが弾けるからってなんだ。1億なんて冗談に決まっているだろう。そうよ。真に受けてせびってくるなんて、みっともないわね。最初に言ってきたのはそちらなんですけど。兄は呆れた顔をして言い返す。1億が本気だろうと冗談だろうと、本当に受け取る気なんてありませんよ。別にお金に困っているわけでもありませんから。そう。今や兄の年収は億単位だ。なぜなら、それと、ここでお仕事の話はしたくなかったんですが、コサミュージックさんとの契約、この場をもってお断りさせていただきます。契約？はい、シオンとの契約の話です。シオン？それは、まさか。兄は最近、シオンという名義で音楽活動をしている。以前は本名で活動していた兄だが、両親の名前と結びつけられることが多かった。両親が素晴らしい人だから、と彼の努力を無視する発言や、両親とのエピソードを語らせようとする人は少なくない。そんな人たちにうんざりした兄は、活動名を作って顔を隠し、活動を続けることにしたのだ。ここ最近では、ストリートミュージシャンとしての活動も始め、動画に投稿したおかげで、音楽に詳しくない人にも兄の存在は周知されている。そんな兄は、彼らの運営するレーベルと契約する話が持ち上がっていたらしい。活動の幅は広がるが、これまで通りに好きな活動ができるかわからず悩んでいたそうだ。でも、今回の件できっぱり断る決心がついたらしい。こんな人たちがトップだなんて、先が思いやられるだろう。君が花沢さんのご子息でシオンさんだったのか。道理でピアノのセンスがずば抜けていると思ったよ。そうね。あなたが目をつけていたピアニストなだけあるわ。茂さんの両親は、兄の正体を知るや否や、瞬く間に手のひらを返す。今や音楽系の動画は一大コンテンツだ。その先頭を走るシオンは、彼らにとって稼ぎ頭になる予定だったに違いない。契約破棄に加え、自分たちの態度が業界に知れ渡ることを恐れたのか、突然兄を褒めたたえた。そんな態度に辟易していたからこそ、兄は正体を伏せていたとも知らずに。契約担当の方は、僕の両親について詮索はしないし、口外もしないと、そうおっしゃってくれていました。しかし、社長がこの様子ですと、信頼なんてとてもできませんね。非常に残念です。ちょっとみちるさんが茂さんを怒鳴りつけた。どうしてこんな大事なこと前もって言わなかったのよ。ボタンとシオンさんの職業は関係ないだろう。あるわよ。今現にこんなことになったじゃない。あんたのせいよ、このため息子。その言葉に、茂さんは深いため息を吐いた。怒りをこらえるように、両手の拳を震わせる。父さんと母さんが、立場で相手を判断する人だって知ってたけど、ここまでひどいとは思わなかった。俺だって、もうあなたたちとはいたくない。正直言って、ストレスなんだ。なんだその言い方は。お前の家も職場も、
誰が面倒を見てやっていると思ってるんだ。しげるさんは、コサミュージックで働いている。いずれ会社を継ぐことを見据えられているのだとか。確かに、ここで家を出るなんてことになったら、しげるさんの将来に傷がつく。しげるさんを責めないでください。彼は誰よりも会社のことを考えています。いつもどうやって成長に向かわせるべきかとか。それに、兄のことを知って、最初に交渉を持ちかけたのもしげるさんです。その時は、私の兄だと知らなかったみたいですし、だから、体裁を気にして、しげるさんを手放したらきっと後悔します。私は思わず口出ししてしまう。もう問題は、会社のことと家のこと。私の入る問題ではない。だけど、こんな形で彼の努力が認められないなんて、嫌だった。しかし、しげるさんは私の肩を押さえ、首を横に振る。いいんだよ。音楽を仕事にするために、別に会社にこだわる必要はないから。でも、人を生まれや育ちで判断するこの人たちの価値観は、簡単には変わらない。その人となりを見ることができない相手と一緒にいても、辛いだけだ。しげるさんは、二人に絶縁することを告げた。しげおさんとみちるさんは、本当に絶縁するつもりだと思っていなかったのだろう。あれこれと妥協しようとしていたが、そんな姿はより醜く見えるだけだった。結局、しげるさんは私と兄を連れて家を出た。もともと会社を発展させるために新規部署を立ち上げようとしていたらしい。その事業を主として、しげるさんは独立して新たに音楽会社を立ち上げたのだった。予想外だったのは、最初から従業員が揃っていたこと。これには本人も驚いていた。しげるさんが独立することを聞いて、コサミュージックの社員たちの大勢が、自分もしげるさんについていきたい、と言い出したのだ。もともと大きな会社だったが、社長の差別的な言動や態度のせいで、働くことが嫌になる人が続出していたそうだ。しかし、しげるさんの存在が、かろうじて救いになっていたらしい。次期社長であるため、発言力は大きいが、常識的な人間であったからだ。そのしげるさんがいなくなるとあれば、会社を見限ることに未練はない。そう考えた社員がみんな、しげるさんについてきたのである。突然大人数が退職することになったコサミュージックは、会社を回すことに苦労を強いられることになる。しかし、それだけではなく、突然の一斉退職にメディアが食いついたのだ。会社で何かあったのか、と根掘り葉掘り探られた結果、社長の人望が原因であったことは世間を賑わせた。音楽を通じて人の心を豊かにするという方針を掲げているだけあって、正反対の動きをしていることにがっかりしたファンや出資者も多い。現在評判はガタ落ちで、解約したいと願い出るアーティストもいるそうだ。イメージが商売道具の一つであるレーベルにとっては、かなりの痛手だろう。一方、しげるさんの会社は、まだまだ立ち上がったばかりだが、順調だ。なんといっても、最初に契約したのは兄なんだから。兄のやりたい音楽を第一に考え、バックアップしてくれるしげるさんには感謝している。そして、私は無事しげるさんと結婚した。しげるさん側の親族を呼べなくなったので、式は挙げていない。だけど、お祝い会として兄を呼び、三人で食事をして写真を撮った。そうして、幸せな日々を過ごしていたある日、しげるさんから相談を持ちかけられた。コサミュージックを買収しようかと思っているんだ。え？
業績は目に見えてひどいし、このままだと潰れてしまう。まだ頑張ってくれている社員や、昔からお世話になっていたアーティストを守るためには、俺が何とかしないとって思って、ほら、俺のせいで会社が潰れそうなわけだし。しげるさんが悪いわけじゃないよ。なるべくしてなったことだと思う。しげるさんとのことがなくても、いつかはあんなことになってたよ。ありがとう。でも、やっぱり放っておけないんだ。同じ音楽を支えるものとして。そっか。うん。しげるさんの決めたことなら、私は何も異論はないよ。しげるさんが、両親に買収の話を持ちかけた際、しげおさんの社長解任が条件と提案した。しげおさんは、それで会社が存続できるなら、お安いご用さ。しげる、ありがとう。そう言い、深く頭を下げたらしい。会社が傾いてようやく自分たちの愚かさに気づいたご両親は、自分たちに何か手伝えることがあれば、と社長時代に築いた人脈を使い、会社存続に貢献してくれた。こうして、しげるさんはコサミュージックを救ったとして、ますます有名になった。兄のコンサートや CD の売り上げも好調。好きなようにピアノが弾ける環境をとても楽しんでくれている。ある日、私は音楽教室の生徒を兄のコンサートに連れて行った。いい刺激になればと思ったのだが、予想以上に好評だった。先生、あのお兄さんピアノ上手だね。私もあんな風になりたい。僕も。そうね。じゃあこれからも練習頑張りましょう。はーい。キラキラした子供たちの目を見ていると、心が癒される。音楽は誰もが平等に、純粋な気持ちで楽しむもの。立場や学歴なんて関係ない。音を楽しむ気持ちが何よりも大切なのだ。兄としげるさんのおかげで、大事なことを今一度学んだ私は、これからもたくさんの人に音楽を好きになってもらえるように頑張りたい。本当に使えないわ。高卒のおばさんなんて経費の無駄。あなたみたいな人は会社にいてほしくないのよね。私が母の介護を終えて5年ぶりに会社に復職すると、年下課長がこんなことを言ってきた。社長は私をかばうどころか、課長に賛同して私を一別しながら言った。課長の言うことも一理ある。君、真面目に自分の身体を考えたらどうだね。頑張れば他の仕事も見つかるだろう。遠回しに退職しろって言ってるんだ。この会社のためにあんなに頑張ったのに。もうここに私の居場所はないんだ。わかりました。今までお世話になりました。私は声が震えないようにこれだけ言い切った。うつむきながらその場を後にすると、よかったですね、社長。今日は社長のおごりでパーッと行きましょうよ。鬱陶しいのがいなくなったお祝いに。背中越しに聞こえた二人の会話。いいわ。私が辞めて困るのはそっちなんだから。私はある秘密を抱えながら会社を後にするのだった。私は木村美鈴、52歳。長年頑張ってきた会社なのに、こんな形で首を宣告されるなんて。せっかく復職したのに。私が休職したのは母の介護のためだった。たった一人で私を育ててくれた母。その母が突然倒れてしまった。もってあと数年。医者からはそう言われた。母に残された時間は限られてる。ずっとそばにいたい。夫は優しかった。私が母を大好きなことは知っていたし、すぐに休職して介護するように勧めてくれた。ある日、検査入院で病院に来ていた。
窓から優しい春の光が差し込む病室で、母はある巾着袋を手放そうとしなかった。これ、懐かしいね。母が持っている巾着袋は、私が洋服をリメイクして作ったものだ。大切にしてくれてるんだ。倒れて不自由になっても、きっと思い出は心の中にあるんだ。すっかりおとなしくなってしまった母。にっこりと微笑むだけで、昔みたいにおしゃべりはしない。そんな母に私は昔の話をした。母との二人暮らし、収入源は母のパートの稼ぎだけ。質素な食事と住まい。母は知恵を絞ってそんな生活を豊かにしてくれた。手作りの衣装、空箱を使ったデスクライト、ペットボトルで作った鉢植えには小さい野菜が育っている。そんな母を手伝うのは楽しかった。お金がない中、家にあるいろんなものを大切にして、レストアしたり、リメイクしたり。私の発想力と手先の器用さは母譲りのものだ。少しはお金がある暮らしがしたい。経済的に安定したい。たまには母と贅沢もしたいな。そう思って高校卒業後すぐに就職活動をした。いろんな会社に面接を受けに行ったけど、高卒の私を雇ってくれる会社なんてなかなか見つからない。やがて1年が経ち、2年が経ち、月日だけがどんどん流れる。焦る私に母は優しかった。今日もダメだった。お母さん、ごめんね。焦らなくてもいいのよ。何もしてあげられなかったから、せめて自分のしたいことを仕事にしてほしいの。それに、ずっとみすずと暮らすのも楽しいわ。だから、ゆっくり頑張ればいいのよ。そう言って母はパートを頑張って毎日のご飯を用意してくれた。そんなある日、一通の手紙に私は歓喜した。お母さん、見て、採用だって。パートから帰ってきた母に採用通知を見せる。キッチン用品や生活雑貨を中心に開発・製作する会社だった。母と私は手を取り合い大喜びした。ジムで入社し、会社の雑務を一つ一つ頑張って覚えた。目の前の仕事をどうすればうまくいくか工夫をして取り組む私。その姿勢が評価されて、高卒では異例の企画開発部に抜擢された。周りの人たちは工業系の学校や大学を出て頭のいい人たちばかり。それに女性は私だけ。毎日が緊張の連続で思うようにうまくはいかなかった。まるで足手まといだと言われているような冷たい態度。質問をしても鬱陶しがられる日々。そんな中、先代の社長は優しくしてくれた。焦らず、ゆっくり一つ一つ学んでいけばいいから。空回りする私にそう声をかけてくれる。母の言葉を思い出す。ゆっくり頑張ればいい。肩の力が抜けた気がした。少しずつ開発のいろはを覚えていき、そこに私の持ち前の工夫する性格が合わさる。成果を上げられるようになると、周りの反応も少しずつ変化した。初めて私の企画が採用されたとき、やっとチームの一員として認められた気がした。それからは仕事が楽しくて仕方なかった。好きなことを仕事にできている。母にも少し楽をさせてあげられる。そして良き伴侶とも出会い結婚もした。子宝には恵まれなかったが、夫と二人で幸せに暮らしている。役職こそつかなかったものの、仕事の成果も順調に上げていた。私は幸せだった。いつまでもこんな穏やかな日々が続いていく。そう思ってたのに。47歳の冬、知らない番号からの電話。木村美鈴さんですか？病院からの電話だった。駆けつけると、辛そうにベッドに横たわる母がいた。もって数年、
そう宣告された余命よりも母は長生きしてくれた。まるで今を慈しむように、別れを惜しむように、ずっと私の話をニコニコ聞いてくれた。そんな母を看取って復職した頃にはもう5年の月日が流れていた。会社は大手に吸収合併されていて、私の知る会社ではなくなっていた。以前の優しかった社長もいなくなっていた。製品開発部に着くと、その空間だけが以前のままで、働いている人たちは知らない人ばかりだった。上席に向かい、上司にあたる山口課長に挨拶に行く。本日から復職します鈴木美鈴です。よろしくお願いします。30代前半だろうか、厳しそうな山口課長に頭を下げる。久々の職場の空気にも緊張した。山口課長はため息をついた。戻ってきちゃったか。やっぱりその年だと他の仕事は見つからなかった。と耳を疑う一言。何か私悪いことを。会社は今あなたみたいな人材を求めてないのよ。5年だっけ？そんなに休んで、はい、戻ってきましたなんて言われてもね。どうせ何もできないんでしょ？雑用でもやっててよ。お茶組みぐらいはできるでしょ。それから私は雑用ばかりの日々になった。せっかく好きだった製品開発の仕事ができると思っていたのに、コピー、データ整理、お茶組み、掃除。それでもいつか認めてもらえると思ってにこやかに雑用をこなす。しかし山口課長は辛辣だった。あんたは会議に出なくていいわよ。どうせ古いアイデアしか出ないんだから。死後はしちゃダメよ。みんなにバカが映っちゃうといけないからね。まるで目の敵のように私に嫌味を言う。今、会社は若い人向けの製品開発に力を入れているらしい。仕事をしようとするも、年を理由にさせてもらえなかった。そんなある日、飲み物の水滴が気になってハンカチで拭いた。このハンカチは母が私にと買ってくれたもの。このハンカチを持っていると母が応援してくれているようで元気になれた。さて、今日もやりますか。そう気合を入れ直すと後ろから声をかけられた。あら、そのハンカチかわいいわね。ちょっと見せて。振り向くと山口課長だった。はい、どうぞ。私はハンカチを渡す。山口課長、今日は機嫌がいいのかしら。山口課長はハンカチを受け取るとつかつかと自分のデスクに向かって歩き出した。デスクを見ると盛大にこぼれたコーヒー。まさかと思い、私は慌ててペーパータオルを持って走る。しかしそれも間に合わず、ハンカチは無残にもコーヒーの海の上に落とされた。そして課長は何のためらいもなくハンカチをびしゃびしゃにした。思考が停止して立ち尽くす私。あら、珍しく気が利くじゃない。山口課長は呆然とする私が持っていたペーパータオルを取り上げ、代わりにコーヒーの滴るハンカチを私の手の上に置いた。まるで母との思い出が汚れてしまったように感じた。気がつけば涙が頬を伝っている。私は給湯室に走り、ハンカチを洗う。もうダメだ。これ以上頑張れそうにない。あまりに非常識な課長の振る舞いには我慢の限界だった。私はそのまま社長室に向かった。ノックすると、どうぞと声が返ってくる。中に入ると、机に週刊誌が伏せて置いてあった。どうしたのかね。山口課長のことで相談が。私は涙をこらえながら新しい社長に事の顛末を話した。事実確認をするから今日は半休を取って帰りなさい。私は言われた通りそのまま帰宅する。
そして次の日、出勤すると腕組みした山口課長と隣には社長がいた。話は聞かせてもらったよ。そういう社長に私は少し安堵した。課長の嫌がらせもこれで少なくなるかも。君が自らハンカチを渡したそうじゃないか。これを使ってくださいと。気持ちはわかるが、ハンカチじゃこぼれたコーヒーを拭ききれないだろう。呆れたようにそういう社長。そうですよね。ペーパータオルを持ってきてと頼んでも全然動こうとしなかったのよ。だから私は応急的にと仕方なく受け取ったのに。そんな、全然違う。そう言おうとすると、社長が言葉をかぶせる。課長が急いでペーパータオルを取ってきたから機器も壊れずに済んだ。それを被害者のように私に相談に来るとは。山口くんに何か恨みでもあるのかね。高卒でそんな年だと周りを蹴落とすしか自分が生き残れないものね。必死すぎて引くんですけど。役に立たないしろくに能力もない人がなんでその年でこの部署にいるのかしら。経費の無駄よね。ニヤニヤとする山口課長。社長、私の話を。そういう私を社長は遮った。こんなくだらないことで社長である私に直談判とは。私は忙しいんだがね。まあ、山口くんの言うことも一理ある。君、これに懲りたら真面目に自分の身体を考えたらどうだね。頑張れば他の仕事も見つかるだろう。驚く私に畳みかける社長の言葉。遠回しに退職しろと言ってるんだ。この会社のためにあんなに頑張ったのに。もうここに私の居場所はないんだ。ショックのあまり声も出なかった。何も言わずに振り返り、溢れる涙をこらえながら会社を後にする。うまくいったね、山口くん。よかったですね、社長。今日は社長のおごりでパーッと行きましょうよ。鬱陶しいのがいなくなったお祝いに。背中越しに聞こえた二人の会話。悲しさと怒りが溢れてきた。私を退職に仕向けるためにこんなひどいことをするなんて。頑張ろうと思ったけど、もう限界。会社から少し離れたところで人事部に電話して退職の意思を伝えた。退職届は後日郵送で、とすんなりと退職することになった。こんなあっけなく会社を辞めることになるとは。気になることもあったが、もういい。ここは私の好きだった会社じゃないのだから。数ヶ月後、会社から電話がかかってくる。ちょっとあんた、どういうこと？焦った山口課長の声だ。どういうことって、どういうことかはだいたい想像はつく。聞き返した私への答えは予想通りだった。特許庁から警告書がたくさん届いてるんだけど。あらら、あれだけ穏便にって言ったのに。会社に退職を告げて泣きながら家に帰った日、心配する夫に事情を話した。夫は激怒した。退職して正解だよ。人を簡単に切り捨てるような会社だ。君がどれだけ貢献してたと思ってるんだ。なんてひどい扱いを。もう退職したんだからとなだめるも、夫の怒りは収まらず。引き出しを漁り始め、取り出してきたのはたくさんの特許証だ。特許権者の欄には私の名前が書いてある。私が休職前に開発していた数々の商品は前の社長の温情で私が特許を持っている。その数は多い。今の売り上げの9割はその商品が生み出している。そんなのダメよ。かわいそう。私はもういいから、このまま穏便に済まそう。いや、俺の気が収まらないよ。泣き寝入りなんてさせたくない。せめて謝罪はさせるべきだ。それに、君には好きなことをして生きてほしい。天国のお母さんもきっとそう思ってるよ。そうして、
夫は特許庁に特許侵害の申し立てをする。そして届いたのは大量の特許侵害の警告書。それも低迷する会社の売り上げを底支えしていた商品の。山口課長は電話の向こうで怒鳴り散らす。あんたね、こんな嫌がらせみたいなことして、この恩知らず、さっさと取り下げなさい。せめて低姿勢で来てくれれば話をする余地もあったのに、私は怒りを通り越して呆れてしまった。忙しいので失礼します。待ちなさいよ。あんたのせいで会社が被害を被ってるのよ。ろくに仕事もしなかったくせに。仕事をさせなかったのは山口課長ですよね。うるさいわね。若い人をターゲットに開発してるのに、あんたのアイデアなんて役に立つわけないじゃない。お茶組みさせてもらえるだけありがたいと思わないの？はあ、もうこの人とは話にならない。忙しいので失礼しますね。ちょっとお願い。何か言いかけてたみたいだったが、もう話すことはない。しばらくするとまたかかってきた。今度は社長だった。木村さん、戻ってきなさい。いろいろと行き違いがあったようだ。山口課長のことも、あれは誤解だったよ。彼女も反省しているからね。待遇も考えてるから。申し訳ありません。今は自分たちの会社で忙しいので、とても御社のお手伝いをしている暇はありません。もう勤め先が見つかったのか？でもその年だと給料が低いパートだろう。戻ってきなさい。給料も役職もしっかりと保証するぞ。それか特許の使用料を払おう。いくらだ？お金。それしか言うことはないの？もう本当に呆れるばかり。お金は結構です。特許は弊社で所持することにしましたので。おいおい、そっちが有利な状況で交渉してやると言ってるんだ。そうやって値を釣り上げる作戦か？君もなかなかに腹黒いね。ご機嫌でも取ろうとしているのか、やけに明るい社長の声が勘に触る。夫に目をやると、代われと手を招いている。でしたら一度弊社の社長にお話しいただけますか？会社間のやり取りになるかと思いますので。そう言って夫に電話を渡した。私は今、夫の会社を手伝っている。夫も元は生活用品の製作をする会社の社員だった。便利なものを開発し、世に売り出していく会社。今は独立開業して成長中の注目の会社の社長だ。お電話変わりました。御社に特許を譲ってもいいと思ってたんですがね。そうでしたか。それは思ってたですよ。隣で聞いていましたが、とてもそうしたいとは思えない。私は妻と違って甘くはない。特許を譲れない理由を1から10まで説明して差し上げます。案の定、夫は怒りをぶつける。これまでの私の功績を説明しながら、会社のひどい扱いの一つ一つをやり玉にあげ、こんこんとお説教を続ける。相槌を打ちながら聞いていた社長も、だんだん言葉に詰まり、ついには返事もできなくなった。おや？聞いておられますか？お返事がないようだ。私の妻を不当に扱ったことはお分かりいただけましたか？はい。もはや蚊の鳴くような声しか出せない社長。しっかりと反省してください。それでは。夫はそのまま電話を切ってしまった。ごめん、つい切ってしまった。いいのよ。もう話すこともないし。ありがとう。夫のリズメのお説教が効いたのか、もう電話はかかってこなかった。それから私は夫の会社で製品開発に勤しんだ。主婦の視点からあったらいいな、楽だなというアイテムをいくつも発明する。会社の業績は順調で、売上高は前の会社の10倍にまで達した。一方、前にいた会社の方は売上は低迷。
何の工夫もない商品を若者向けに展開するも、そんな二番煎じのものがヒットするはずもなく、噂では倒産の危機だそうだ。それから数ヶ月後、夫の会社は順調で求人を出すと、募集した選考書類の中に山口課長の履歴書があった。経歴の欄には自己都合での退職と書かれていた。きっと退職させられたんだ。私と同じようにこの人も切り捨てられたんだな。いらなくなったら、何か不都合があったらすぐ人を切り捨てる。人間は使い捨ての駒じゃないのに。呆れながらも私は夫に相談をした。夫は山口さんの雇用に反対した。かわいそうだから一次面接だけでもと言うと、夫はしぶしぶ了承した。山口さんの一次面接が終わるのを会社の前で待った。会社から出てきた山口さん。私を見つけると駆け寄ってきた。彼女はまだ私がこの会社の副社長だということを知らない。だが、以前の会社での私の功績は十分に理解してくれているようだった。彼女の眼差しからは蔑むようないやらしさは消えていた。木村さん、こんなところで。彼女は深く頭を下げる。私、一から頑張ることにしました。社長の言う通りにしてても、結局は退職させられてしまった。何を信じていいかもうわからない。今思えば自分を守りたいだけでした。あなたには本当に申し訳ないことをしたと思ってます。彼女も苦労していたそうだ。女性であることをハンデに思った時期もあったらしい。それでも歯を食いしばって仕事に打ち込んだ。苦労して手に入れたキャリア。そんな中、私が復職するというのを聞いて焦ったそうだ。地位を奪われてしまうかも、と正直に話してくれる彼女。これ。彼女は謝罪の後、バッグから小さい箱を取り出した。それを開けて私に見せる。中には白いレースがあしらわれた新品のきれいなハンカチが入っていた。いつか木村さんへ渡せたらと思って、あの時にお借りしたハンカチと同じものを探したのですが、それはまだ見つからなくて、亡くなったお母様との思い出の詰まった大事なハンカチだと後から聞いて、私なんてことを。本当にすみませんでした。いつ会えるかもわからない私に会えた時のためにずっと持ち歩いていたんだ。きれいなハンカチもらっていいの？はい、受け取っていただきたいです。ありがとう。私は素直に彼女からハンカチを受け取った。謝罪だけ聞けたらと思ってたけど、彼女の対応に私は心を打たれた。次の面接も頑張ってね。また一緒に仕事しましょう。え？どうして？私はこの会社の副社長よ。最終面接は私の社長の夫も参加するわ。厳しい人だけど根はいい人だから。あの社長とは違って信用できる人よ。待ってるからね。あとは彼女の頑張り次第。ありのままで対等に接することができれば、彼女ともきっと分かり合えるはず。さすがに採用してあげてとは言えないけど、それとなく夫に話しておこうかな。案外いい人かもって。人を大切に思う心。私は母からそれを学んでいた。大切にされると嬉しいし、私も大切にしたいと思う。自分を本当に大切に思ってくれる人たちと、そうでない人たち。私は自分を大切に思ってくれる人たちの力になりたい。そして私もその人たちを大切にして生きていきたい。ねえ、パパはどこ？ちゃんと帰ってきたよね。突然そう尋ねられて、俺は返す言葉がなかった。
真夜中、なぜか公園のベンチで泣いていた少女。冷え切った体で、彼女は両親の帰りを待っていた。けれど、その時もうすでに、彼女の両親は、とりあえず、寒いからこれを着て。俺は自分が着ていたコートを、少女の肩にかけようとした。その時、こんなところにいたのね。女性の大きな怒鳴り声が、真夜中の公園に響き渡った。いや！泣き叫びながら、どこかへと連れて行かれる少女。そして後日、俺たちは思わぬ場所で再会することになる。同じ大きな悲しみを抱えながら、やがて一緒に過ごすうちに、お互いの心の傷を癒していくとは知らずに。俺の名前は林春人、25歳。アプリゲーム開発を行うクスノキゲームスという小さな IT 企業で働いている。職業はプログラマー。この職種というか、IT 業界全体であるあるな話だが、夜の9時を回る現在も残業の真っ最中だ。いい加減に帰れよな、林。お前らをあんまり残業させると、俺が上に詰められるんだぞ。チームリーダーでもある先輩プログラマーが、隣の席からブツブツと小言を言う。しかし、そういう彼こそ、仕事の手を止める気配がない。リーダーが帰らないから、若手も帰りづらいんじゃないですかね。言うようになったな、こいつめ。誰がお前を一人前に育ててやったんだっけ？いや、俺なんてまだまだですよ。これからもご指導お願いします。調子いいこと言ってないで、手を動かせ。そしてさっさと帰れ。俺たちのやりとりに、オフィスのあちこちから笑い声が上がる。俺とリーダーだけでなく、大半の社員がまだ残っているのだ。小さな会社なので、人手不足で仕事が終わらないというのもある。けれど、それだけじゃなくて、好きですよね、みんな。社長のことが。それはお前もだろ、林。リーダーこそ。俺とリーダーは、同時ににやりと笑い合った。この会社を経営している、楠木海。社長、40歳。かつては、俺たちと同じプログラマーの一人で、大手 IT 企業時代は数多くのアプリをヒットに導いた。独立して会社を立ち上げた後も、次々にヒット作を送り出す敏腕経営者として世間に注目されている。ここで働く社員の大半は、そんな社長に憧れて入社したと同時に、社長のために働けるのが嬉しくて仕方ないのだった。もちろん、俺も含めて。社長は明日旅行から帰ってくる予定だ。どうせなら、なるべくいい報告がしたいじゃないか。ですね。お疲れ様。いつもありがとう。だけど、あまり無理はしないでね。少し困ったように笑う、社長の穏やかな声が聞こえるようで、俺もリーダーに倣って、止まっていた手を再び動かし始めた。社長のために、あと少しだけ頑張ろうと自分に気合を入れながら。ところが、それから1時間ほど経った頃だった。その知らせは別のオフィスから突然やってきた。大変だ！社員の一人が転がるように走ってきて、真っ青な顔で叫ぶ。何事だろうと、俺たちがいる開発部は騒然となった。そして、次の瞬間、まるで世界から音が消えたように、静まり返った。社長が亡くなった。え？俺はもちろん、その場にいた誰もが耳を疑ったはずだ。おととい会社を出るときは、元気だった社長。それが、急に亡くなったと言われても、全く現実とは思えない。交通事故だそうだ。こっちに帰ってくる途中、トラックと、夫人と一緒に、その場に泣き崩れる姿を、俺は呆然としながら眺めていた。あまりにショックが大きいと、人はかえって冷静になるというのは本当らしい。林、嘘だよな。リーダー、俺も嘘だと思いたかった。けれど、廊下からは大勢がバタバタと走り回る音や、すすり泣く誰かの声。
次第に騒がしくなっていく車内が、これは現実だと証明していた。そんな、社長が、やがて知らせを受けた副社長が会社に到着。ひとまず全員帰宅するよう通達があり、俺たちは解散することになった。そして、その帰り道、てっきり俺は、ショックのあまり見えてはいけないものが見えてしまったのかと思った。うわ、なんだあれ、人？会社の正面には、ベンチとブランコが置いてある程度の小さな公園がある。そこに、ポツンと小さな人影があったのだ。人だよな。恐る恐る近づいていくと、それは確かに生きている人間だった。膝を抱えるようにしてベンチに座り、うつむく小学校高学年くらいの子供。髪をポニーテールにしているのと、その服装から、かろうじて女の子だと分かった。ねえ、大丈夫？あ！驚かせないようにしたつもりだったが、その肩がビクッと跳ねた。そして、かすかに震えながら、本当にゆっくりと頭が上がる。誰？それは大きな瞳をした、とても可愛らしい女の子だった。けれど、そこには涙がいっぱいに溜まっていて、頬にも涙の筋がたくさんあった。お兄さんはね、ほら、そこの会社で働いてて、決して怪しいものなんかじゃないよ。戸惑いながら、俺は正面のビルを指さす。すると、女の子は急に大きく目を見開いた。パパは？え？リコずっと待ってるの。ねえ、パパは帰ってきたよね。きっとリコがいるところがわからないんだ。パパのところに連れてって。リコと名乗った女の子は、急に立ち上がったと思ったら、俺の手を掴んで走り出そうとした。ドキッとしてしまうほど、その手は冷え切って氷のようだった。一体いつからここにいたのか。落ち着いて。多分もうみんな帰っちゃったよ。君のパパも。そんなことないもん。ここで待ち合わせしようってパパが。こんな時間に？時刻はもうすぐ夜の12時。街灯があるとはいえ、公園は薄暗く、コートを着ていても震えるほど気温が低い。まともな親なら、絶対こんなところで娘を一人にはしない。この子は何か、訳ありな子供なのかもしれない。とりあえず落ち着いて。リコちゃんだっけ？これを着て、まずは近くの交番に連れて行って、この子の安全を確保しないと。そう思いながら、自分が着ていたコートをリコちゃんの肩にかけようとした。その時だった。こんなところにいたのね、リコ。女性の大声とともに、誰かがこちらに向かって走ってくる。そして、あっという間に俺たちの前まで来ると、ものすごい剣幕でリコちゃんを怒鳴りつけた。部屋にいなさいって言ったでしょう。どうして言うことが聞けないの？こんな大変な時に。だってじゃないわよ。どれだけ探し回ったと。もう、とにかく帰るわよ。ちょうど母親くらいの年に見える中年女性は、リコちゃんの腕をぐいっと引っ張った。ところが、リコちゃんは動かない。むしろ反抗するように、女性の手を思い切り振り払った。リコ？いや、リコ帰らない。何言ってるの？バカなこと言ってないで、さっさと。パパと待ち合わせしてるんだもん。ポロポロと涙をこぼしながら、リコちゃんが叫ぶ。そこに続いた言葉に、俺は耳を疑った。パパもママも、事故なんて嘘。ちゃんと帰ってくるんだから。ここでようやく女性が俺の存在に気づいた。まるで不審者を見るかのような目をして、リコちゃんを守るかのように、そっと彼女を背後に隠す。俺は慌てて、自分は怪しいものではないと説明しようとしたのだが、それはリコちゃんの声に遮られた。パパと約束したもん。パパたちが記念日旅行の間レベルを上げておくって。リコ約束ちゃんと守ったよ。明日のお仕事が終わったら、ここで一緒にゲームするの。パパと一緒にボスを倒すんだから。リコ、お願い、帰りましょう。あの二人はもういないのよ。いや、パパはリコとの約束を破らないの。絶対ママと一緒に帰ってくるの。
こで待ってたら絶対。帰るのよ、リコ。いや！泣き叫んで抵抗するのを引きずるように、女性はリコちゃんと一緒に帰っていった。もしかしてあの子は、呆然と二人の姿を見送り、公園にポツンと残された俺は、ふと思い出したのだった。楠木社長には、中学生になったばかりの一人娘がいたことを。それから数日後、社長夫妻の告別式が営まれた。居眠り運転で車線をはみ出してきたトラックと正面衝突。そんな悲惨な事故があったとは思えないほど、二人はとても綺麗な顔をしていた。社長、本当にありがとうございました。こみ上げる悲しみをこらえながら、棺に花を手向ける。すると、背後に人が立つ気配がした。もしかして、あなたは先日の？どこかで聞いた覚えのある声。振り返ると、そこには見覚えのある人物が立っていた。社長夫妻が亡くなった日、公園でリコという少女を迎えに来た女性だった。先日は失礼しました。あれからリコに話を聞いて、あなたが声をかけてくださったと。兄の会社の社員さんだったんですね。あなたは？私はリコの叔母で、この度、あの子の後見人をすることになりました。楠木まみと名乗った女性は、楠木社長の妹さんだった。俺にリコちゃんを見つけてくれた感謝を伝え、まみさんは会場の端に目をやった。あれから、あの子はずっとあんな様子なんです。大人たちの悲しみの声が溢れる会場で、セーラー服を着た彼女は、一人ポツンと座っていた。亡き社長夫妻の一人娘で、13歳の楠木莉子ちゃん。その目は手元のスマホに釘付けで、表情を伺うことはできない。けれど彼女は今、会場の誰よりも大きな悲しみの中にいる。それは聞くまでもなかった。こんにちは。隣に座ってもいいかな。そっと声をかけると、大きな瞳が俺を捉えた。いいともダメとも言わず、その瞳が再びスマホに向けられる。すると、俺はあることに気がついた。それ、うちで運営しているアプリだよね。リコちゃんがプレイしているのは、会社が先月リリースしたばかりのゲームだった。子供向けのポップで可愛い絵柄なのに、中身は超本格的な RPG というギャップが話題を呼び、会社が始まって以来最高のダウンロード数を記録。会社の新たな看板と呼んでいい作品だ。へえ、もうこのエリアまで進んだんだ。すごいな。って、レベル 500？ 俺が思わず声を上げたのは、それが初めて見る数字だったからだ。このゲームのレベル上限は499。しかし、特定の条件をクリアすると、なんと上限を超えてレベルアップすることができる。ところが、その条件というのが非常にシビアで、SNS でも未だにクリアの報告が上がっていない。超上級者向けの隠れシステムなのだった。まさか、自分でクリアしたの？驚き、それに少しの興奮で声が震える。まさかこんなに小さな子が、俺たちが仕込んだ難問を突破してくれるなんて。するとリコちゃんは、ここで初めて口を開いた。ずるとかしてないから。え？そういうのは良くないってパパが、みんなで真剣に作ったゲームだから、リコたちにも真剣に楽しく遊んでほしいって。あ、それは社長の口癖そのものだった。真剣にゲームを作ろう。たくさんの人が真剣に、そして楽しく遊んでくれるように。うん、そうだね。すごく頑張って作ったんだ、そのゲーム。楽しんでもらえて嬉しいよ。社長という大切な人を失った悲しみ。そこに思わぬ嬉しさが重なって、俺は目頭が熱くなって、うっかりリコちゃんの前で泣いてしまうところだった。そういえば、エリア15の隠し宝箱は見つけた？スーパー回復薬が入ってた。すごく簡単だった。あはは、さすが。だけど、本当にそれだけかな。え？
何それ？1個だけじゃないの？俺もプレイ中に偶然見つけたんだよ。一体誰が仕込んだんだか。俺たちはゲームの話題で盛り上がり、つい時間も場所も忘れて話し込んだ。そんな様子をマミさんが驚きの目で見つめていることも知らずに。告別式の後、俺は再びマミさんに声をかけられた。林さん、一つお願いをしてもよろしいでしょうか。お願い？リコのことで。彼女のお願い。それは、しばらくの間、時々リコに会ってほしい、というものだった。リコは今後、私の家で一緒に暮らすことになりました。そこで、土曜か日曜、ほんのわずかな時間だけでもいいので、あの子と遊んであげてもらえませんか？それは、どうして俺に？あの子は、きっと林さんに父親を重ねているから。昔からゲームが大好きで、ついには自分で会社まで作ってしまった楠木社長。自宅にも一部屋を占領するほどゲームのコレクションがあり、よく夫人を呆れさせていたそうだ。そんな社長ほどではないが、俺も小一時間語れるほどにはゲーム好きだ。そこに共通点を感じたのだろうと、マミさんは言った。もともと人見知りの激しい子で、学校にも友達がいないようで、寂しそうな様子を見かねて、兄が簡単なゲームを作って与えたのがきっかけでした。すっかりのめり込んでしまって、ゲームをしている時だけは楽しそうな顔をするようになって、最愛の娘に笑ってほしい。それが社長の願いだったと、マミさんは目元をハンカチで押さえた。どうか、リコに笑顔を取り戻してください。それができるのは林さんだけだと。先ほどの様子を見ていて、お願いします。深々とマミさんが俺に頭を下げる。その瞬間、どこからか、もう聞けるはずのない声が聞こえた気がした。リコを頼むよ、林くん。社長。いえ、わかりました。社長にまで頼まれたら、ノーと言えるはずがない。俺はマミさんの依頼を引き受け、毎週日曜の午後は彼女の自宅を訪ねることになった。リコちゃんを笑顔にする。そんな、とても重大な使命のために。ママがあんまり大人と、特に男の人とは仲良くしちゃダメだって。誘拐されちゃうかもしれないから。はじめのうちこそ、リコちゃんはなかなか俺に心を許してくれなかった。ゲームの話になると口数が増え、それなりに会話が続いたが、それ以外の、特に学校生活の話題を切り出すと、途端に口を聞いてくれなくなってしまう。極めつけが、誘拐目的で近づいてきた不審者扱いだった。そもそも不可能だよ。隣の部屋にはおばさんがいるし、そうじゃなくて、しないよ、そんなこと絶対に。リコ、友達なんていらない。ゲームは一人でできるから、さよなら。はい。リコちゃんの機嫌を損ねては、仕方なくすごすごと退散する。そんなことを何度も繰り返しながら、それでも毎週欠かさず、彼女の元に通った。たとえ返事がなくても、なんとか話題を見つけて話しかけ続けた。すると、このソフト、二人対戦なんだって。初めて彼女の方から話しかけてくれたのも、やはりゲームがきっかけだった。そして、一緒に遊び始めると、俺は彼女の才能を目の当たりにする。うわ、また負けた。やっぱり上手いね、リコちゃん。別に、これくらい普通だけど。いやいや、というか、単にゲームが上手いというレベルじゃなかった。反射神経、思考力、集中力。どれをとっても、たった13歳にして一流のプロゲーマー並み。告別式でも驚かされたが、まさにリコちゃんはゲームの天才だった。本当にすごいよ。こんな才能があるなら、きっと学校でもヒーローに。ごめん。学校の話は嫌だよね。ゲームが上手くたって意味ないもん。スポーツが得意とか、おしゃべりが上手とか。リコ、そういう才能が欲しかった。そしたら、みんな友達になってくれたかもしれないのに。
リコちゃん。ハルトくんは大人だから、リコと友達になれないし。え？それってつまり、初めて名前を呼ばれ、驚いてリコちゃんを見つめる。すると彼女の方は、パッと俺から目をそらして、それきり口を閉ざしてしまう。そこへ、隣の部屋にいたマミさんが顔を出した。リコ、お友達になりたいなら、ちゃんとそう伝えなさい。でも、じゃないと、ハルトくんはもう来てくれないわよ。一瞬だけ、リコちゃんが大きく目を見開く。そして、思い切ったように、俺をまっすぐに見つめる。ハルトくん。はい。リコとお友達になってください。これも全部あげるから。大切なゲーム機やソフトを次々と俺の前に積んで、リコちゃんは今にも泣きそうだった。けれど、目の前にあるのは、どれも彼女と楠木社長の思い出が詰まった品ばかり。だから俺は、ごめん、リコちゃん。悪いけど、どれも受け取れないな。じゃあ、何もいらないよ。だって、もう俺たちは友達じゃないか。パーッと、一瞬その顔が輝いたように見えた。笑顔を見せたわけではないけれど、この時のリコちゃんの表情は、これまで見た中で一番明るくて、マミさんも微笑みながら目尻の涙を拭っていた。林さん、これからもどうぞリコをよろしくお願いします。もちろん、こちらこそ、よろしくね、リコちゃん。うん。恥ずかしがるようにそっぽを向いて、リコちゃんは小さくうなずいた。そして、この日をきっかけに、俺たちの距離は大きく縮まった。見て、ハルトくん。ちゃんと宿題終わったよ。ハルトくんと遊びたかったら、ちゃんとやるべきことをしなさいって、マミおばさんに言われたから。マミおばさんに教えてもらって、初めてクッキーを焼いたの。ハルトくんにあげたいから。リコちゃんは、ゲームの話以外にも、いろいろなことを話してくれるようになった。また、嫌いな勉強をきちんとするようになり、休みがちだった学校にも毎日通うようになったと。マミさんは、これで天国の兄夫婦も安心できます、と、俺に感謝を伝えてくれた。いえ、救われたのは、俺の方も同じです。リコちゃんと過ごすのがとても楽しくて、一緒にいる時だけは、悲しい気持ちを忘れられる。もう社長がいないことを、どうにか受け入れられそうな気がするんです。林さん。だけど、リコちゃんは違いますよね。リコちゃんは、まだ完全には前を向けていない。両親を失った悲しみの真っ只中にいる。その証拠に、彼女はまだ一度も、俺たちに笑顔を見せていなかった。約束ですから、あの子が笑顔を取り戻すまで、俺はこれからも会いに来ます。と言っても、一緒にゲームをするくらいしかできないですが。いいえ、十分です。ありがとうございます。目に涙を浮かべて、マミさんは優しく微笑んだ。俺たちは同時に願うのだった。いつかリコちゃんが悲しみを乗り越え、笑顔を見せてくれること。そんなある日のことだった。いつものように一緒にゲームをしていたとき、ふとリコちゃんは本棚から一冊のノートを持ってきた。ハルトくん。リコ、夢があったの。夢？うん。リコの夢はね、パパと一緒にゲームを作ることだった。いつかパパの会社に入って、面白いゲームをたくさん。パパも楽しみだねって言ってくれた。リコちゃん。リコ、学校の勉強はつまんないから嫌い。そう言ったら、パパは、じゃあ面白くしたらどうかなって。だから、ノートを床に広げて、リコちゃんはとある1ページを指さした。そこに書いてあったものを読むと、俺は衝撃のあまり、開いた口が塞がらなくなるのだった。それから1週間後、会社で企画会議が開かれた。楠木ゲームスの企画会議といえば、部署や経験を問わず参加が可能。社長や各部署のトップが集まる場で、誰もが自分のアイデアを提案できる。そこに、
俺は初めて参加することになった。私が提案するのは、嫌いな勉強が面白くなるゲームアプリです。学習に特化したアプリはすでに多数存在している。そこに会社が得意とする本格 RPG ゲームの要素を組み合わせる。そうすれば、勉強が苦手な子供でも楽しんで成績を伸ばすことができる。そして、勉強と RPG ゲームという斬新な組み合わせが話題を呼ぶのではないか。それが俺の提案だった。なるほど。非常に練られた企画で面白いじゃないか。最初にうなったのは会社の新しい社長に就任した人物。かつては長年楠木社長の右腕を務め、突然の訃報に混乱する社員たちを見事にまとめ上げた。元副社長の稲木秀夫さんだった。いいじゃないか。私はぜひ進めたいと思うが、みんなはどうかな。稲木社長の言葉に、会議室に集まった各部署のトップも次々うなずく。こうして、俺の提案は無事に採用が決まったのだった。しかし林くん、君は優秀なプログラマーだと聞いていたが、これほど企画の才能もあるとは思わなかったよ。いえ社長、それが、次の瞬間、会議室の空気は一変することになる。実は、この企画ですが、私が考えたものではありません。何？どういう意味だ、林？社長が眉を潜めると、上司である開発部長が勢いよく立ち上がった。そして、震える声で尋ねてくる。まさかお前、誰かの企画を盗んだのか？違います。本人に頼まれたんです。代わりに提案してほしいと。本人？それは誰だ、林くん。それは、前社長の娘さん、リコちゃんです。そう告げた途端、会議室は大きくざわめいた。リコちゃん？あの子は確か、まだ中学生くらいだったはずだが？はい。今年で13歳です。13歳？バカな。何を言ってるんだ彼は。ふざけているのか？そんな声が次々に飛び交い、もはや企画会議どころではなくなった。その混乱を鎮めたのは、稲木社長の一括だった。静粛に。彼がくだらない嘘をつくような人柄でないことは、前社長の楠木からよく聞いている。社長。林くん、念のため確認するが、この企画は、本当に楠木の娘が考えたのか？はい。鋭い視線でまっすぐに射抜かれ、俺は慌てて経緯を説明した。かつてリコちゃんの夢は、大好きな父の下でゲームプランナーとして働くことだった。しかし、それはもう決して叶わない。だから彼女は、コツコツと温めていたアイディアを俺に託してくれた。リコみたいに勉強が嫌いな子は他にもたくさんいるはずだから、きっとたくさんの人が遊んでくれるはず。でも、子供の話は誰も聞いてくれないでしょ？だからハルトくん、リコの代わりに会社の偉い人とお話しして。リコはハルトくんと一緒にゲームを作りたい。それが新しい夢なの。そう言って、彼女は俺に見せてくれたのだった。ノートにびっしりとまとめられた現役のプランナーも顔負けの企画案を。彼女はまだ13歳ですが、まさに天才的な発想力と分析力です。ゲームに関する知識も非常に豊富で、おそらくここにいる誰も彼女にかなわないと思います。確かに、本当に13歳の子が出したアイディアだとすれば、とんでもないことだな。君の言う通り、天才かもしれないぞ。そううなった稲木社長が見回せば、他のメンバーも渋い顔をしつつ、パラパラとうなずく。本当に企画が通ったんだ。喜ぶリコちゃんの顔を思い浮かべて、俺がほっと安堵した。その時、不意に稲木社長がにやりと笑った。天才少女か。すごい人材。いや、素晴らしいネタを見つけたじゃないか、林くん。え？楠木の娘だよ。きっと世間は大騒ぎだぞ。天才少女プランナーの誕生だと。早速、各マスコミに発表を。待ってください。何やら話がおかしな方向に進んでいる。
俺は慌てて、南社長の言葉を遮り、リコちゃんの意向を伝えた。彼女は、決して表舞台に出るつもりはないと。なぜだ？これほど世間の関心を集める話題はそうないぞ。この会社の名が知れ渡るばかりか。彼女自身も有名になれるんだ。一体何を恥ずかしがることがある？そこです。あの子は今、やっと学校生活を楽しみ始めたところなんです。そんな時に注目されたら、また学校に行きづらくなるかもしれない。これは、彼女の後見人も同じ意見です。まだ完全には納得していない様子で、南社長は一旦引き下がってくれた。ところが、その代わりにと、社長は俺にとある提案をするのだった。やはり、詳しい話は本人から聞きたいものだな。そしてその週の金曜、中学校が終わった足で、リコちゃんはクスノキゲームスにやってきた。本当にごめん、リコちゃん。これ一回きりだから、社長と少し話をするだけで。わかった。緊張しているのか、硬い表情の彼女に、俺は申し訳なさでいっぱいだった。ゲームを企画した本人に説明を聞きたい、という南社長の提案を、どうしても断ることができなかったのだ。リコちゃんを守ると、マミさんとも約束したのに。いやあ、おじさんのことを覚えているかな、リコちゃん。小さい頃に一度会ったことがあるんだけど。俺たちがいる応接室のドアが開いて、南社長は両手を広げながら入室してきた。その顔には、いっそ気味が悪いほど、満面の笑みが浮かんでいて、案の定、リコちゃんはビクッと体を硬くした。まあ、そう緊張しないで。おじさんは君とお話がしたいだけなんだ。さあ、こっちに来て座りなさい。お茶よりもジュースがいいだろう。すぐ用意させるからね。ソファーを叩いて、自分の隣にリコちゃんを座らせようとする南社長。しかし、リコちゃんは動かない。むしろ、俺の背後に隠れて、社長とさらに距離を取った。リコちゃんは恥ずかしがり屋さんだったね。こんなこともあろうかと。おじさんは君にプレゼントを用意したんだよ。プレゼント？ああ、ほら。かわいい髪飾り。クマさんにウサギさんもいるよ。欲しいものは全部あげるから、おじさんと仲良くしよう。テーブルに山のようなアクセサリーやぬいぐるみを積んで、南社長はにっこりと笑った。これが決定打だった。こわばった顔をしていたリコちゃんは完全に表情を失った。いらない。気に入らないかい？おかしいな。君くらいの女の子はこういうのが好きだって聞いたけど。リコ、こんなの全然欲しくない。おじさんのことも気持ち悪いから嫌い。聡明で勘の鋭いリコちゃんは気づいていたのだ。南社長が会社のために自分を懐柔して、話題作りに利用しようとしていることに。くるりと社長に背を向けると、リコちゃんは俺のスーツの袖を引っ張った。行こう、ハルトくん。一緒にゲームする約束でしょ？うん。それでは社長、彼女を自宅まで送り次第直帰させていただきます。失礼します。俺は素早く一礼すると、リコちゃんを連れて逃げるように退出した。当てが外れた南社長に、ものすごい形相で睨まれながら。週明けの月曜日、俺を社長室に呼び出した南社長は、沈痛な面持ちでこう切り出した。林くん、残念だが、君には会社を辞めてもらいたい。社長、それは。誤解しないで。先週の件ではない。私も反省したんだよ。少し強引すぎたと。あの子が納得しないのなら、無理に表舞台へ引っ張り出すことはできない。それでは。けれど、それで納得しない面々がいる。いや、生まれてしまったんだよ。南社長によると、先日の企画会議で、リコちゃんの才能を知ったメンバーのうち、一部が密かに結託したという。リコちゃんを表舞台に引っ張り出して、会社の話題作りに利用しようと。その勢いは予想以上に強く、社長でも抑えきれる自信がないのだという。どうやら、あの子は君だけに心を開いているらしい。
つまり、今回の件を左右するのは君だ、林くん。どういう意味ですか？わからないか？あの子を利用しようとする勢力が狙うのは、まず第一に君ということだ。君を懐柔さえすれば、あの子を懐柔するのはたやすい。そう考えているんだよ。彼らは。そんな。つまり、俺が会社にいる限り、リコちゃんは狙われ続ける。皆木社長は、そう言っているのだった。君という希望を失えば、彼らの勢いも自然に弱まるだろう。前社長の楠木は尊敬する経営者で、かつ大切な友人だった。その娘を守ることは、彼に託された私の使命だと気づいたんだ。それを果たすためには、時には非常な決断もやむを得ないんだよ。だから、申し訳ないが、会社を去ってくれないか。皆木社長はデスクに両手をつき、深々と頭を下げた。俺はショックで目の前が真っ暗になった。リコちゃんを守るはずが、自分の存在こそが彼女の平穏を脅かしているのだと。わかりました。やめます。本当か？はい。その代わり、お願いします。あの子を、リコちゃんを絶対に大人の事情に巻き込まないでください。あの子が望まないことを強制しないように、社長が皆さんを説得してください。そんなことか。もちろんわかっているよ。約束しよう。皆木社長が差し出してきた手を、俺は戸惑うことなく握った。後悔は少しもなかった。こんな自分の身一つで、大切な友達を守ることができるのなら。もう一緒にゲームを作れない。そして、もう一緒に遊ぶこともできない。そう告げると、リコちゃんは初めて出会った時のように取り乱した。やだ、ハルトくんの嘘つき。なんで？ごめん。リコ、いい子にしてたのに。勉強しない、学校も行かない悪い子だったせいで、パパとママがいなくなっちゃったから、いい子にしてれば、ハルトくんはずっと一緒にいてくれるって。パパとママの時みたいに、突然いなくなったりしないって。リコちゃん。リコ、やめなさい。林さんにも事情があるのよ。いや、ハルトくんのバカ。マミさんの手も振り払って、リコちゃんはボロボロと涙をこぼしながら暴れた。俺は胸がナイフで裂かれたかのように痛んだ。けれど、きっとリコちゃんの方が辛くて悲しいはずだ。ごめんリコちゃん。どうしても事情があって、別の町に引っ越さないといけないんだ。この半年間、一緒に遊べてすごく楽しかったよ。やだ。君はもう大丈夫。学校にも行けるし、自分から人と話すこともできる。学校で友達もできたよね。学校なんかもう行かない。誰ともおしゃべりしないし、友達もいらない。リコはハルトくんじゃなきゃ。約束して。強く生きるって。代わりに、悪いおじさんは俺がやっつけておいたよ。もうリコちゃんが嫌なことはしないって。本当？うん。リコちゃんが言う通り、俺はとんだ嘘つきだ。彼女の笑顔を取り戻すという、マミさんや楠木社長との約束を守れなかった。けれど、最後の言葉だけは本当だった。俺が嘘つきになる代わりに、リコちゃんの平穏な生活は続く。そして、いつかはきっと笑顔を取り戻せる。そのはず、だったのに。ああ、そろそろ就活しないとな。こんなことを頭では考えながら、結局ゴロゴロと寝て、一日が終わる。楠木ゲームスを解雇されてから半月。俺は無気力な毎日を送っていた。やる気が起きないんだよな、どうも。あんなに大好きだったゲームも、もはやゲーム機の電源を入れる気にもなれない。思い出すのは、年の離れた友達と過ごした日々のことばかり。たくさん二人でゲームをして、これから一緒に作りたいゲームのアイディアを話し合って、楽しかったなぁ、すごく。せめて一度だけでも、彼女が笑うところを見てみたかった。自分から距離を置いたくせに、そんなことを思ってしまった。その時だった。あれ？リーダー？不意にスマホに着信が入る。それは、楠木ゲームズの元同僚、チームリーダーからだった。
はい、林です。どうかしたんですか？林、お前社長に騙されたんだよ。え？焦ったようなリーダーの声。特に親しかった彼だけには、解雇された大まかな事情を明かしていた。楠木社長の一人娘を守るために、皆木社長と取引をしたのだと。くそ、何が取引だ。あの人は単に、お前が邪魔だっただけなんだよ。どういうことですか？いいから、今やってる会見を見ろ。その言葉とともに電話が切れる。そして、すぐさまメッセージで URL が送られてきた。URL を開いた瞬間、俺は自分の目を疑い、言葉を失った。それでは、楠木ゲームスが制作中の新作アプリに関しまして、オンライン記者会見を始めさせていただきます。画面の向こうで、記者やカメラマンに向かって、うやうやしく頭を下げる皆木社長。その隣には、なんと、表情をこわばらせたリコちゃんが座っていたのだ。そんな、どうして？彼女は表舞台に出さないと約束したのに。俺のショックをよそに、会見はどんどん進んでいく。ある記者から、その女の子は誰ですか？と質問が飛ぶと、皆木社長は待っていましたとばかりに、ポケットからハンカチを取り出した。彼女は、楠木莉子さんです。そう。半年前に事故で他界した前社長、楠木の一人娘。つまり、彼の忘れがたみです。今回の新作アプリは、なんと若干13歳の莉子さんが立案しました。楠木の才能を受け継いだのか、この若さで非常に優秀でして。莉子ちゃんよかったね。お父さんの会社で働くのが夢だったんだろう。きっとお父さんも天国で喜んでいるよ。亡き前社長の忘れがたみ。13歳の天才ゲームプランナー。天国の父親との感動的なエピソード。センセーショナルな話題の連続に、会見会場は大きくどよめいた。大量のフラッシュが焚かれ、その度にリコちゃんが顔をしかめる。それにもお構いなしで、皆木社長はハンカチを目元に当てると、さらに声を張り上げた。皆さん、どうかここにいる彼女にご注目ください。これから我が社を引っ張っていく若き天才です。楠木莉子さんの活躍に、どうぞご期待ください。ひどい。俺は怒りのあまり、スマホを持つ手に痛いほど力がこもった。何度も名前を連呼して、わざとカメラを集中させて。これでは完全に晒し者じゃないか。これからリコちゃんの生活にどんな影響があるか、全く考えもせずに、行かないと。気づけば、勝手に体が動いていた。スマホをベッドに放り投げ、部屋着からその辺に落ちていた服へ急いで着替える。自分に何ができるのか、そもそも会場に入れるのかすらわからない。けれど、今にも泣きそうな顔をしているリコちゃんのもとへ、一刻も早く行かなければいけないと思ったから。友達だからな。助けに行くのは当然だろ。会見はもう終盤に差し掛かっていた。相変わらず、一人でペラペラ喋り続ける皆木社長。その声をこれ以上聞いていると、本当に会場へ殴り込んでしまいそうだった。だから、スマホの電源を落とそうと手を伸ばした。その時、突然ピタリと社長の声が止んだ。あれ？どうかしたの、リコちゃん。続いて、社長の戸惑ったような声。その理由は、ずっとうつむいて座っていたリコちゃんが急に立ち上がったからだった。何をしているんだ。座りなさい、リコちゃん。やだ。は？だって、おじさんは嘘つきだもん。嘘つきの言うことなんか聞きたくない。ぎょっと青ざめる皆木社長を無視して、リコちゃんはまっすぐカメラの方を向いた。そして、視聴者に訴えかけるように話し始めた。私は、このおじさんに騙されました。ここに座って待っていれば、友達と会わせてくれるって言ったのに、私のパパは、一回でも嘘をついた人は信頼しちゃいけないって言ってました。だから、こんな嘘つき社長の会社ではゲームを作りません。私は、新しい会社を立ち上げて、信頼している人に社長をしてもらいます。そして、その人と一緒にゲームを作ります。お前、一体誰だその社長ってのは。お前みたいなガキの話、一体他の誰が取り合ってくれるって言うんだ。もはや、
マスコミの前だというのも忘れて、稲木社長がリコちゃんに食ってかかる。けれど、リコちゃんはひるむことも、再びうつむくこともしなかった。まっすぐ前を向いたまま、堂々と、ある人物の名前を言い放った。それは、林春人さんです。へえ、俺か。壁の薄いアパートに住んでいるのも忘れて、俺は腹の底から大声で叫んだのだった。思った通り、会見会場はクスノキゲームズの会議室だったらしい。ビルの前に到着すると、入り口から次々とマスコミ関係者が出てきて、その中に、やけに勘の鋭い記者がいた。もしかして、あなた、林春人さんでは？思わず反応してしまったのが間違いだった。他の記者やカメラマンたちも次々に反応し、ざわざわと囁き合い始める。そして、お話を聞かせてください。ちょっと、すみません。俺も何が何だか。俺は大勢の人間から一斉に追いかけられ、街中を逃げ回ることに。そして、ようやく最後の一人を負けた頃、気づけば、目の前にはあの公園があった。街を一周してきたのか。道理で疲れた。というか、さすがに限界。懐かしいと思う余裕もなく、ぐったりとベンチにへたり込む。その時だった。春人くん？名前を呼ばれて、のろのろと顔を上げる。すると、公園の入り口には、リコちゃんが驚いた顔で立っていた。リコちゃん、どうしてここに？春人くんこそ。聞けば彼女も、記者たちに追われて逃げ回っていたらしい。結局街を一周して、疲れたので一休みしようと立ち寄った。そして、俺を見つけたのだった。春人くん、会いたかった。やっと会えた。リコちゃん、もしかして会見で言ってた友達って、俺のこと？うん。大きくはっきりうなずくと、リコちゃんはこちらに駆け寄ってきた。そして、その勢いのまま、俺の胸に飛び込んできたのだった。リコちゃん？春人くん、どこにも行かないで。大好きなパパとママだけじゃなくて、大好きな友達までいなくなっちゃったら、リコもう一生絶対に笑わないから。それは、マミさんが悲しむよ。だよね。それはリコも嫌。リコ、マミおばさんのことも大好きだもん。今は無理だけど、いつかは笑えるようになりたい。だから、と、リコちゃんは、俺の顔をまっすぐに見上げた。思い出したの。ママがよく言ってたこと。幸せになりたければ、自分から幸せを捕まえに行くのよって。だから、リコもそうする。自分から。これからもっといい子にするから、ちゃんと学校に行ってたくさん勉強する。スポーツは苦手だけど頑張ってみる。好き嫌いしないで食べるし、もっとたくさん友達を作る。だから、社長になってずっとリコと一緒にいて。大きな二つの目から、大きな涙の粒がポロッとこぼれ落ちた。俺は、リコちゃんを泣かせてばかりだ。きっと社長も天国で怒っているに違いない。彼に許してもらうには、きっと方法は一つしかないはずだ。嘘をついた人は信頼しちゃいけないんじゃなかった？俺は、リコちゃんにたくさん嘘をついたよ。だけど社長は、リコちゃんのお父さんはこうも言ってた。一度失った信頼は、その後の行動で取り戻せることもある。自分は何度でもチャンスを与えられる社長になりたいって。目を丸くするリコちゃんの前に、俺は膝をついて、彼女と目線を合わせた。もう一度チャンスをくれないかな。リコちゃんに信頼してもらえるように、これから努力するから。いい社長になれるように、リコちゃんに負けないくらい頑張るから。春人くん、本当に？ずっと一緒にいてくれるの？もちろん、喜んで。俺がうなずくと、リコちゃんの顔はみるみるうちに輝いて、パーッと、まるで花が咲くような笑顔が浮かんだ。リコちゃん、今。どうやら彼女自身は気づいていなかったらしい。俺はそれでいいと思った。だって彼女には、これから何度だって笑顔になれる瞬間がやってくるから。その後、俺とリコちゃんは無事に新しい会社を立ち上げることに成功。すると、マミさんまでが勤め先を退職し、
俺たちの仲間に加わってくれた。大企業でバリバリ働いていた彼女のサポートで、会社は好調なスタートを切ることができた。さらに、改めてよろしくな、林。じゃなくて、林社長。なんと、チームリーダーをはじめ、かつての同僚たちが次々とクスノキゲームスを辞め、こちらの会社に転職。かつて、数々のヒットゲームを生み出した技術と経験が、今度こそ、リコちゃんの企画を実現させた結果、あの記者会見も宣伝効果抜群だったのか、アプリはリリースと同時に大ヒット。まだまだ小さい会社ながら、売り上げはかなり順調だ。俺も社長として、日々着実に成長、できていることを願う、今日この頃だ。その一方、中学生を騙して記者会見に同席させた上、カメラの前で本性をむき出しにした稲城社長は、当然ながら SNS で炎上。クスノキゲームスの株価は急落。株主総会では号泣するほど激しい吊るし上げを食らったらしい。一度、俺たちの元には助けてほしいと、切羽詰まった連絡が来たこともあったが、パパが大事にしていた会社をめちゃくちゃにしたくせに、絶対許さない。そんなリコちゃんの一声で、この話は最初からなかったことになった。クスノキゲームスは、今も細々と経営が続いているものの、近いうちに社長が解任されるとの噂だ。そして、会社を立ち上げてから初めて迎えるお盆、俺はリコちゃんと共に、クスノキ社長夫妻が眠る墓地を訪れた。初めてなの。パパとママに会いに来るの。ずっと、もう二人がいない現実を受け入れることができなかった。けれど、ようやく受け入れて、前を向くことができた。墓石に手を合わせ終えると、リコちゃんは晴れやかな表情でそう言った。もう大丈夫。リコは強くなったから、パパもママも天国で心配しないでね。空に向かって語りかけると、一度だけ目尻を拳でぐっと拭って、リコちゃんはくるりとこちらを振り向いた。ハルトくん、ありがとう。え？私、今はゲームが得意な自分が好き。たくさんゲームのアイディアを思いつける自分が大好き。ハルトくんがいつもすごいねって言ってくれたから。だから、ありがとう。自分に自信が持てなくて、いつも寂しそうだった彼女は、もうどこにもいなかった。今では、大勢の友達に囲まれて、どんなことにも積極的に挑戦する明るい女の子だ。その姿が眩しくもあり、嬉しくもあり、そして、ほんの少し寂しくも感じるのだった。本当にすごいよ、リコちゃんは。そのうち、ずっと遠くに行っちゃうんだろうな。思わずため息もこぼれる。するとリコちゃんは、きょとんと首をかしげた。行かないよ。私はずっとハルトくんと一緒にいる。ハルトくんこそ、私とずっと一緒にいてくれるって約束したでしょ？それは確かに。そうだけど、そういう意味じゃなくて。約束したもん。私が大人になったら、ハルトくんのお嫁さんにしてくれるって。結婚だって？違うの？首をかしげながら、リコちゃんの顔がどんどん不安げに曇っていく。一体どこでそんな話になったんだという混乱が半分。こんなところで泣かれたらまずいという焦りが半分で、結局、俺はずるい逃げ方をした。まだ中学生だろ。これからいくらでも出会いがあるよ。さすがにまだ決めるのは早いんじゃないかな。ハルトくんより好きになる人なんていないもん。でも、俺は12歳も年上だし。それが何？今時年の差婚なんて当たり前でしょ？本人同士が気にしなかったらいいの。その通りです。今でさえ完全に俺の敗北だ。これが10年も経ったら、きっと口喧嘩にすらならないだろうと。俺はすっかり大人の女性になった彼女の姿を想像した。でも楽しみだな。俺のつぶやきが聞こえたのか、そうじゃないのか。前を歩いていたリコちゃんは、こちらを振り返って、にっこりと、まるで太陽のように明るく笑ったのだった。大切な人を失った悲しみは、そう簡単に乗り越えられるものじゃない。それが、あまりに突然であればなおさらだ。けれど、
一緒に過ごした記憶までは消えたりしない。大切な人がくれた言葉や思い出は、残された人を支えてくれる。だから俺たちは、深い悲しみを乗り越えることができた。そして、これからも前を向いて生きていける。あの優しい声を思い出せば、いつだって笑顔になれるから。